どうも、あずちゃんゲームズの DIY です。サイバーフォーミュラ RC 化計画、ニューアスラーダ3開発プロジェクト始まります。前回のプロジェクト、大掛開発プロジェクト、無事成功となりました。3D プリンター導入による高精度なパーツ製作が功を奏し、1年前のマシンとは比べ物にならないくらいまともに走るように、飛躍的に性能向上し、ようやく車としての土俵に立てたかと思います。大掛開をベースとして、さらなる性能向上型を開発していこうというのが、当シリーズの趣旨となります。まともに走るようになったとはいえ、細かいところをつつけば色々気になる点もあります。大掛開の問題点を再確認し、強いて改良型の開発につなげていきます。ということで制作しました、ニューアスラーダ3です。大掛開の設計を踏襲しつつ、いくつかの問題点を解消したマシンとなります。どのような点を改善したのか、一つずつ見ていきましょう。ニューアスラーダ3では新設計パーツを導入しています。サスペンション構造を導入したリアドライブユニットです。走行路面に対する傾聴変化やそれに伴う衝撃を吸収して、安定した走行性能を実現できるように工夫しました。フロントサスペンションの参考とした10分の 1RC マシンから再度構造を継承したシステムとなっています。ダブルウィッシュボーンではないものの、コイルスプリングの弾力を抽出する構造は、とても参考になりました。大掛開ではどうだったかと言いますと、リアドライブ、つまりは後輪とモーターの動力をリンクさせる部分までは同様で、大きく異なる点は、サスペンション構造が存在せず、タイヤが上下にストロークしないガチガチ固定状態でした。この状態では、路面の凹凸によって後輪タイヤが受けた衝撃が、ダイレクトに車体へと伝わってしまい、まっすぐ走れる姿勢を作りづらくなります。直線で速度を出したくても、まっすぐ走れない。それが大掛開の悩みでした。純正パーツにこだわって、反トルク抑制装置を後付けしたのも問題でした。後方にバッテリーが集中したことによる重量配分の崩壊をごまかす装置でしたが、これの取り付け姿勢がまっすぐではなかったため、直線でも蛇行する挙動に直結してしまいました。反トルク抑制装置は、サイバーマシンにとって必要不可欠なパーツであるため、取り付け姿勢を正常化するためにも、純正パーツの流用を諦めることに、動力を固定するモーターマウントと、サスペンション構造を一体化させたユニットを新規設計して出力しました。ミニッツ専用のコイルスプリングが存在していたため、早速購入、新システムに組み込んでみました。スプリングの硬さも調整できるため、この極小サイズにして結構優秀です。サスペンション導入に伴い、動力伝達部分も新規設計となりました。ミニッツの AWD システムで使用されているドライブユニットのパーツを採用し、タイヤのストローク時においても抵抗なく走行できる構造を実現しました。大掛開の設計では、ミニッツの後輪駆動システムを流用し、それを固定させたものでした。車体を後方から見ると、図のようなイメージとなっています。車体内部にあるモーター動力は、シャフトを通じタイヤに伝達する構造となっています。タイヤが路面形状によって上へ押し上げる力を受けた場合、その力はシャフトを通じて車体側にも伝わります。シャフトはシンプルな金属の棒であるため、路面の影響を直接車体に伝えてしまうのですね。AWD システムの場合、動力とタイヤを接続するシャフトが多重関節となって稼働するようになっています。ユニバーサルジョイントと呼ばれる回転しながら稼働できる優れた関節システムで、これを組み合わせたシャフトを使用することでタイヤが受けた衝撃を受け流すことができます。ユニバーサルジョイントはミニッツ AWD のサードパーティー製を使用し組み込みました。RWD に AWD という本来適合しないパーツ同士を組み合わせるため、ニューアスラーダ3ではユニバーサルジョイント用の接続パーツを新規製作して組み合わせています。AWD のサスペンションで RWD のデファレンシャルギアが動作する、ウプ主個人としてはとてもロマンのある構造です。ということで、早速新型マシンを試験走行させていきましょう。初走行のため、ステアリングのセンター調整がうまくいっていませんが、調整が整えば安定して走行できるはずです。良い感じにまっすぐ走れています。
今回は MAR さんのカーペットコースで試験走行しています。店長様からカーペットコースの方がマシンに優しいし走りやすいという助言をいただきましたので、最近ではカーペットコースがウプ主のテスト場となっています。ウレタンと異なり路面がうねっていないため滑らかに走れます。縁石が設けてあるため乗り上げれば多少は跳ねますが、サスペンションのおかげかあまり暴れることはありません。とても走りやすく快適でウプ主癖になってしまったかもしれません。延べ30分以上耐久走行を行いましたが、見たところマシンの破損はありませんでした。とはいえ新規製作パーツであることには変わりありません。後日ドライブユニットをオーバーホールして、クラックや変形などの破損がないか入念にチェック、改善点の有無を確認します。走らせる、オーバーホールを繰り返しているため、映像の段階ではまだ塗装を行っていません。オーバーホールの結果は特に破損なし、問題なく動作していることが確認できました。新設計システムには何らかの問題がつきものですが、ウプ主にしては珍しくトラブルのない完成度となっています。強いて問題点を挙げるとすれば重量でしょうか。大価界ではバッテリー込みの重量で 270g、ニューアスラーダ3ではバッテリー込みで 280g と重くなってしまいました。リアのサスペンション構造によって使用するビスの数も10点ほど増加したので、その影響もあるでしょう。何らかの軽量化が必要かもしれませんね。大価界で積み上げた経験値が大きかったのか、少ない問題点だけで収まり、プロジェクトの第1段階はクリアとなりました。大価界の問題点である直進安定性を解消できたので、プロジェクトは次のフェーズに移行します。第2段階はミニッツシステムのアップグレードを検討していきます。ウプ主が使用している RC システムは強小性のミニッツレーサーです。このミニッツレーサーにはいくつかのグレードがあるようです。グレードが高いほどカスタマイズや電子デバイスによるチューニングなど幅広いことが行えるのだとか。ウプ主が現状使用しているグレードはレディーセットなるものです。安価で特に凝ったこともせず、すぐに遊べるエントリーグレードですね。ウプ主は初心者であるため、うってつけのセットです。必要最低限のものが一式セット15,000円くらいで購入できたため、お手軽感が強いです。いきなり高級なパーツで冒険してももったいないだけだと思ってそうしていましたが、ウプ主の主観でグレードアップしても大丈夫そうなレベルまで完成したと思うので、そろそろ高級なシステムに換装してみようかなと。ただ、強商のホームページで調べた限りだと、かなりの投資、システムの構築が必要そうに感じました。スタートアップマニュアルなどを取り上げている情報元を仕入れていないため、具体的にどうすればいいかのリサーチが万全ではありません。次回は、それらを明らかにしつつ、ニューアスラーダ3のアップグレード計画を進めていこうかと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございますです。